はい、皆さんこんにちは。DJ ストロード G の時々でございます。ストリートファイターリーグ第5節アウェーでの VS 福島いぶし銀戦が行われましたので、そちらを振り返っていきたいと思います。それではまず両チームのオーダーについて振り返っていきましょう。リジェクトのオーダーの狙いはいつものフードレシャーサンドイッチに加え、中に、どっちを挟むのかという、形になったんですが、今回はですね、梅原さんの方からアウェーでいろんなキャラ来るときついかもという、ジョニーのマリーザがやっぱりねかなりねネックになってまして、僕が剣を出せば大体丸く受けれるんじゃないかなということもありましたんで、レシャーフードの間に挟まるという形で、いきました。でね、フードとレシャーはもう本当にどっちが3先で行っても、両方ね数多い方がいいっていうぐらい自信があったんだけど、レシャーさんはテリーもいるということでレシャーが、対処で行くという形になりました。でそれに対して、福島いぶし銀のオーダーだったんですが、なんとフードに対して、ジョニー時々剣に対して、翼樹里で大将レシャーに対して柳井ベガという形になりました。でね、これね後々話を聞いたんだけど、柳井くんが大将戦に気合が入りすぎちゃったこともあって、実はねこれフードへのオーダーは鳥飯さんだったらしいんだけど、向こうね複雑なオーダーだったらしいのよ。結果柳井くんはね大将で出ることがおそらく決まってて、そこに向けてすごい気合い入れてたから、多分ねオーダー発表の時にミスって、そのミスをちょっとみんな気づくのが遅れちゃった形になったみたいです。でもねこれね気持ちマジでわかる。リーダーってアウェーの時は実はリーダーの役割って少ないんですよ。皆さんの前で話したりとかオーダーの申告とかもする場がないから、普通のプレイヤーよりちょっとインタビューが多いかなぐらいなんだけど、ホームの時ってチーム全体のことも見ながら、そして自分も出るんだったら集中しながら、それが大将だったらなおさら自分の試合の大切さって増すし、そういう時にねこういうことって結構起こりうるんだなと思いました。それでいて、しかもいつもと環境の違う、オフラインの場での、今回ねレッドブルスフィアさんでの開催だったんで、いやでもこれ結構びっくりしたけどね。その後のジョニーの試合前インタビューとかもちょっと面白かったんで、それを踏まえた上で聞くと面白いと思います。予想についてはでも先方のジョニー以外は割と読み当たったのかなという感じですかね。ちょっとみんなオーダー発表の時さ、これ指名されたジョニーもジョニーで、あれそうだったっけみたいな感じになんなかったのかな。でもねこれね本当に気持ちは分かります。多分ジョニーもフードに行くパターンもあったし、なんだろう俺に行くパターンもあったし、ひょっとしたらレシャーに行くパターンとかもあったかもしれないから、このパターンだったっけなみたいな。でもこの時ジョニーが言ったインタビューが、向こうさんだいぶ動揺してらっしゃるみたいですねみたいな。だいぶ動揺してましたね。そうですね。こっちも多分パターン F ぐらいすごい本当にいろんなパターン考えてきた上でこの選択なんですけど、すげえなんか大胆不敵なこと言ってきて、僕たちもうわこれオーダーずらされたわ、なかなか向こうやるなって思ってたのよ。そしたら後でジョニーに聞いたら、いやなんかもうあれああいうしかなかったっすねっていう感じだったみたい。でもこっから見れば分かるんですけど、うまかったっすよエドマリーザ。1対1まで行ってどんどん前に来る割にはなんかね、スカも少なかったんだけど、数少ないスカをフード見逃さなかったよね。うまい。これね本人は見てから取ったと主張しておりました。でガーッとよし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 。でまずはフードが1勝と。で続いて、時報戦の翼樹里と
本命ではありました、翼樹里は。今回ね、割とみんな入ってくる可能性あるなと思った中では、樹里の準備が結構厚めにできたから、まあよかったね。伝説 SP さん、お世話になりました。あなたなかなか強かったですよ。まあ、結構ね、これ反撃を、まあでもね、向こうもね、緊張してるんだよね。終わった後で、いぶし銀の人たちとも、ちょっと話させてもらったけど、やっぱね、最初の年っていうのもあって、緊張してたね。初めて話した翼くんと。ナイスで、この時の再戦を押すまでの時間で、フードが、相手結構技使ってるから、それを差し返し狙えると思うっていうことを言ってくれたね。まあそれ難しくて、相手の気分で歩くを増やされた時にラインを下げちゃうことになるから。まあでもやっぱね、スカを結構取れた。さっきの前台系とか、立ち台版のスカリも取れたんだよな。でこれちょっと下がり気味になってるでしょ。でかい。これリーサルだったな。やっぱ JP やってる弊害でね、ギリギリのリーサルのところがちょっと自信持てなくなってきちゃったな。これここね、ここからのコパンはもうこのレベルだと全然安牌の選択肢じゃないな。相手が最速で SA とかを打ってきてたんだったらパリで上書きできるんですけど、あとこれもな、うわー、ちょっと最後のリーサル関係やら爪関連が甘かったですが、なんとか、勝たせていただきました。大将レシャーにつなぐことになります。でこのね、もちろん柳井くんが大将に出てくるってことも十分に想定した上でのテリーだったんですよ。で柳井くんのこの説における気合の入り方がもうすごくて、技の打ち方がやっぱうまいんだよな。しゃがみ中パンとダブル2、あとこのデビルリバース、なんかすごいちゃんと準備できてるなという感じでした。でね、これあっという間に2試合取られたんだけど、粘ったよな。しかも3試合目もね、ものすごいところからまくったんだよね。もうほぼ絶望よね。相手バーンアウトしてるとはいえ、何か引っかかったら終わりだもんな。これはもう相手ナイス。うわー、流れを手繰り寄せて逆にマッチポイントまで。うわーで入れ替えレシピはおしゃれに変えると。かっこいいプレーがしたいっていうのがね、レシャーのこの原動力ですから、強さの。ダブにまだまだダブに打つ。これは最後に緊張しちゃったね。中盤から多分しゃがみ中キックが早く押しすぎちゃって、ということで第5節、リジェクト対福島いぶし銀、結果は40対0でリジェクト勝利です。ありがとうございます。いや、第5節にしてなんと初40勝利をかますことができました。嬉しいね、素直に嬉しい。それでは今節終了時点のディビジョン F の順位をチェックしてみましょう。今回40-0かましたんですが、4節までで1位だった戦が30ポイントゲットして特筆もねいいため、未だに我々は2位でございますが、ポイントで、並ぶことができております。第5節半分終えて、この結果ということはまあ上々じゃないでしょうか。これから5節分あるし、まあ、1位目指してね、より一層頑張ろうと思う結果であります。
はい、そして、ここからはスタッフから今節に関しての質問が届いておりますので、そちらに回答したいと思います。エボフランスを受けて今回時々 JP の起用を期待した方も多かったと思いますが、県での出場だったのはどういう理由でしょうか。JP でやるとね、ジュリやらダルシムやらがめんどくさい組み合わせありますので、あとベガもね。なので今回は県起用するとだいぶ丸く受けれるのかなという福島いぶし銀の面々だったので、剣を使いました。前節も今節も大将戦は 0-2 の状況からインターバルを取っての逆転でした。2本に取られてからインターバルという使い方は他チームでもよく見られますが、1本取られた時点で使うケースとどのような違いがありますか。1本だとまだちょっとね情報が出揃ってないことが多いです。で2本取られた状況からの方がこの対戦において相手の出方とか技振りだとか情報が出回ってるんで、2本取られてからの状況の方がインターバルの有効性が高いということですね。はい。対象戦のインターバルではどういうアドバイスがありましたか。ですね、これはフードがだいたいインターバルでアドバイスをしていたと思います。僕が何を言ったかは正直今あんま覚えてないんだよな。なんていうかその柳井くんが最初は自分の手札をもうバンバン切れる状態になったんだけど、割と 2-2 ぐらいになってからはちょっとその手札だときついなっていう状態になってるから、かなり相手を制限できてるから、もうレシャーの思うようにやっていいんじゃないかっていうことを確か言いましたね。ふわっとしたアドバイスでした。僕はフードがすごいよく言ってくれてました。対処戦レサーセンスが途中でキャラ変更する選択肢はありましたか。これねなきにしもあらずだったっぽいっす。というのは今回ねこれ説明すると長くなるんだよな。まずレシャーがインターバルを取った時点でキャラ変更だった場合は速やかに、キャラ変更して始めなきゃいけなかったんですよ、ルール的に。で僕の頭の中にもキャラ変更がなくて、これさっき僕柳井くんちょっと申告ミスっちゃったねみたいに言ってんですけど、僕も今回、やっちゃってて、レシャーがテリーで行くもんだろうと思ってレシャーが、戻るを選択した際に僕はこれインターバルだなと勝手に思っちゃったんですよ。でインターバルを取った時は速やかに一回戻ってから最初の消化試合を起動してくださいと。でそれを言われた時にレシャーがやろうとしたように見えて、いやレシャーそれは時間がもったいないからあなたはフードと話しときなさい、そういう役は、私がやりますのでということで、勝手にテリーだと思ってテリーで消化試合のスタートをしてて、その間に、レシャーとフードで話し合っててもらったというんですが、後々聞いたらあそこで一応エドにしようかなという、レシャーさんの考えがあったらしくて、それは失礼しました。確かにそうだな、そういうこともあるのかと。あれねオンラインでやってた時はないことなんですよ。自分の席でやるからキャラを変えるんだったらキャラも変えれるし、続行するんだったら自分でそのままキャラを同じキャラ選んで消化試合を始めるっていうことができる。何が言いたいのかというと、いろいろぐだぐだ話しましたが、レシャー選手が途中でキャラ変更する選択肢はあったんですが、僕がテリーで消化試合を勝手に始めてしまったためなくなったということです。はい、これはね反省です。てか猛省、すいませんでした。ここからは最近のチームメイトの様子を私が皆様にお届けする、今回は梅原レポートにしましょうか。はい、梅原さんフード勝ち時戸勝ちでレシャーが出るってなった時にもうすでに鳥飯さんの、CFN をめちゃくちゃチェックしてて、もうね気が気じゃなかったと思う。僕は梅原さんの立場だったら
もちろん次の試合に向けて練習するんだけど、レシャーの試合も気になるし、まあレシャーがやられそうだな。でも2試合取り返してるな、そっちも見てーってなるじゃん。あれ本当に複雑だったと思うわ。もともとね、準備は割とアウェーだからしなかったわけじゃないと思うんだけど、鳥目さんは本命ではなかったと思うので、いや大変そうだなと思いました。他なんかあるかな。レシャーレポートじゃないんだけど、誰が大将をやるってなった時にレシャーが僕が行きますってオーダー締め切り1分前に言ったのがかっこいいなって思った。それはまあレシャーレポートだね。でフードレポートで言うと、やっぱりレシャーの負担をすごい減らしたいんだけど、でもやっぱレシャーの強さを考えると大将で行ってもらわざるを得ないというちょっと悔しい気持ちが出てるかな。そして、今回のスペシャル、サンクス、さまざまなね、方に協力していただいて、まずは若手三人衆、はるみくん、そして、ラオヤムヤム、ハイハイ、シェイシェ、そして、カルラくん、ダルシム、ベガ、そしてマリーザ、さらに、デンさん、伝説 SP さんですね。樹立会、デンさんとやったおかげで僕は樹立戦かなりの手応えで臨むことができました。あとはね、樹立会としてベティちゃんとか、もしワンチャン噛み合ったら、まあプゲとかもお願いできたかなと思うんだけど、まあちょっと奥の方には噛み合わずにね、ただ本当にありがとうございます。で、あと当日ね来てくれたねじ巻き鳥クロニクルくん、ダルシム使い、そして、海外からは DCQ ベガ戦、とても助かりました。今日本に来てます。そして私の JP の、先生である流星もね、かなりね来ていただいて、ますます、JP の方を鍛えていただいているので、今後ともよろしくお願いします。はい、そして次節なんですが、第6節になります。一周してですね、今度はホームとアウェーが入れ替わりまして、ゼータディビジョンですね。ゼータディビジョンに対して今度はアウェイで乗り込む形となります。まあ強敵なんでね、しっかりとアウェーはねやること多いから大変なんですけど、1位奪還を目指して、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。また。